石破さんまだずっと悪いよ。年内はずっと悪い。ねえ、石破さん自民党を壊すためにやってんじゃないかと。本当かね。はいどうも、占い師の水森太陽です。今日も元気です。というわけで、はい、占いと時事、ちょっと間空いたけど再開していきます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お盆進行ということでね、はい。先週は手相の動画をアップしまして、みんな久々すぎてちょっとびっくりしてるのかなっていう感じなので、ぜひ見てください。はい、よかったら見てください。はい、ということでございまして、久々でございますので、ニュースがたっぷり溜まっております。今回は全部で7本、はい。ニュースをお届けいたしますので、よろしくお願いいたします。収録日がですね、8月17日、日曜日でございます。特に問題なければ火曜日の19日に。また視聴数落ちてきてるから、よかったら応援よろしくお願い。コメント本当嬉しいんで、やりがいになるんで、よかったらくださいね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。高評価はなくて、あった方がいい。あった方がいいです。はい。どっちもよろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、まずはね、おめでたいニュースからいきましょう。はい。カズレーザーさんと二階堂ふみさん、結婚発表ということで。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。二人とも好きだから嬉しい、なんか。ね、10日にですね、結婚発表ということで、お二人の SNS の方でもね、発表ございました。カズレーザーさんの方の報告文書の方には、いかんせん二人ともに個性やこだわりが強いもので、なんていう文章があったりですとか、あるいは二階堂さんの方の報告文の方には手書きで4649よろしくって書いてあったりとかね、大変、ですね、これが注目も集めておりました。お二人の今後の展開ですとか、相性ですとか、そのあたりちょっとお伺いできればと思うんですけど。はい。まずは相性はすごくいいですよ。二人のあれ見て、カズレーザーさん本当に変わり者だ。僕もちょっとクイズ関係で2回ぐらいお会いしたことあるんですけど、いい人ではありましたけど、やっぱちょっと変わってるなっていう。そう。俺も思ってんだけど、日韓に持ってる異常関心が、箕輪さんと一緒だよ。なんか、熱かった。ちょっとセンシティブな話題で熱かった。そうですね。この流れで箕輪さんの話出すとちょっとあれ。そうか。そうですよね。アーティストみたいな感じで変わってるから、あるとしても大恋愛みたいな不倫とかしかしないような気がするので、ドラマチックな。だったら別に二階堂さんでいいんじゃないかと思うから、しないんじゃないとは思いますけどね。このご結婚自体が大恋愛っぽいですよね。そう。なんかいいよね。相性はものすごくいいし、二階堂さんは強いね。ヤクザというか社長というか。で、表現力があるっていう感じの方だよね。カズさんがね、朝のニュース番組の方で、普段なんて呼んでるんですか、二階堂ふみさんのことって言ったら、社長って呼んでます。いや、本当に、知り合いにもこういう配置の人いるけどさ、強いんですよ。確かにちょっとかっこいいよね。かっこいいですよね。相性がものすごく良くて、縁もあるから、続いていくと思う。で、二人とも運が下がるタイミングがちょっと被るんで、5年後くらいちゃんと乗り越えられればずっとやってかれるかなっていう感じの。2030年ぐらいですかね。31あたりかな。そこが最初の壁だと思うけど、全然いいんじゃない。普通に相性いいと思う。なるほどね。どうしてもご結婚された後もね、いろいろ、山あり谷ありってのはあるものでございますから、ぜひ乗り越えてね。いやね、応援したいカップルだね。ですね。はいね。今後のお幸せを願っております。はい。続いていきましょう。続いては、エンタメの話題でございますけれども、ホタルの墓。はい。でございます。スタジオジブリの名作アニメーション映画、ホタルの墓で、戦後80年という節目を迎えた今年ので、8月15日にね、金曜ロードショーで、7年ぶりに地上波放送と。空いてたね。毎年やってるような気がしたけど。はい。でもね、間はね、実は結構空いておりまして、現在はネットフリックスでも配信中ということで、改めて。そうだね、去年。日本語以外で去年で、今年から日本語でもっていう感じになって。はい、そうですね。なので、はい。ということで、大変今注目を集めているわけでございます。ね、高畑勲監督、原作が、野坂昭之さんですね。はい、ということでございます。今後もこのホタルの墓、まだね、注目集めそうですけど、いかがでしょうかというところでございますが。高畑監督の名式みたいなの出したんですよ。で、2022年あたりから陰樹って言って名誉の時期で、だけど、それが本人が望んでるかっつったら望んでないような感じの名誉っていう感じなんだけど、そりゃそうだよね。というか、ホタルの墓みたいなのが世界的にヒットしてるわけでしょ？それが必要とされる時代を果たして監督が求めてたかみたいなあるから複雑だよね。もし生きてたらなんか複雑な気持ちになるだろうなっていう感じの名誉の時期っていう感じ。これね、しばらく続くんですよ。特に名声みたいなのが高まるのが今年来年再来年とかどんどん高まっていくような感じだから、それって怖い話だなとは思うけどね。確かにね。もしご存命でいらっしゃったらば本当に複雑な心境で世の中になってもおかしくないかなっていう感じの
の時期のように、死後もね、生まれた瞬間に縛られますからね、割と。なるほどね。だから生誕100周年とかなんかあったりするじゃん。はいはい。あれ100年くらいの時の体運の時にバッて上がるような感じの人とか多かったりするんですよ。高畑監督どうなんだろうと思って見たんですけど、名誉を得られる時期だけど、本人としてはものすごく心地が悪い名誉じゃないかなと思うので、まあそうかもなっていうふうに思いました。もちろん名作ではね、なることは変わりませんので、ぜひこの機会にもし見たことないという方は、一度、ちょっとね、重たい映画ではどうしても。僕は何度も見てます。ね、なかなか、ね、傷つきますよね。メッセージがやっぱりしっかりしてらっしゃる作品でございますからね。いい意味でアートでね。ですね。ぜひ一度見ていただければと思います。さあ、続いては、万博でございます。3月、4月の段階でね、悪目立ちが、続くだろうみたいな話はしておりましたけども、またまた悪目立ちのお話でございます。万博会場に約3万人が足止めのニュースでございました。大阪メトロがですね、運転見合わせ、13日の夜でございますね。大阪メトロ中央線のコスモスクエア駅が停電した影響で、中央線全線が運転見合わせ、万博会場付近で過ごした人の中では、救急搬送された方がですね、36人にということでございました。3万人いたらね。一方でね、この時代せっかくだから楽しもうということで、パビリオンがですね、緊急開館してですね、各国のパビリオンが開いた結果、オールナイト万博というキーワード、フレーズの方がで一時期トレンドにも乗っかりまして、なかなか見られないということでですね、朝日の写真ですとか、あるいは、脈々像、言いづらい、脈々像がね、朝日に照らされている様子が11万いいねとか、そういったのがついたりということで、そういった場所をあえて楽しもうとするですね、日本人の強さみたいなものも、注目されていたりという風なところもございました。わかんない。案件かなって思ってた。なんでそうだね。そう、だからもちろんね、こういうの美談にしたいってもちろんいけないんですけれども、ね、そういったところも。怒ってる人多かったですよ。もちろんそれはそうです。ね、だから、その中でもね、パビリオン各地開いてくださった各国の、方々に本当感謝というところでございますね。NHK 日テレ的な感じでいいんじゃないでしょうかと、なんか、思いますけど、熱くなかったかなってすごい、たまらんけどね。ねえ、何せね、この本当に昨今のね、暑い中でのお話ですからね、これもね。ね、秋とかだったらさ、まだしもっていうかさ、なんか大変だったなとは思います。ね、やっぱりお騒がせっていうか変な風に目立つっていうのが、いつまで俺続くっつったっけ？ 8 月まででしたかね。9月から落ち着くみたいなのかな ?10 月 ?9 月 ?9 月、10月ぐらいから。あとは思うので、そうだね。確かそうだった気がする。でね、会期延長の話なんかも出てたりしますから、だから後半に行けばいいっていう話はしてたよね。だから、最後の悪目立ちだといいなっていう感じです。そうですよね。それこそ、オールナイト万博みたいな、ちょっといい感じのツイートをですね、吉村知事がリツイートして、すごい批判を食らってる。そりゃそうだよ。ね、なんでこのタイミングでそういうことするかなっていうのも、まさしく悪目立ちと言いますか。そりゃそうだよ。本当に。本当ね。吉村知事自体は、10月の7日あたりまでは悪目立ちだよ。だから、8月くらいまでが星回り的にはちょっと微妙で、実際の事件というかさ、そういうことが起こり得る。特に8月の中旬あたりまで。っていう感じだから、今がそうなのかなとは思います。はい。吉村知事がそうだから、9月までもちょっと微妙かなとは思うけど、最後終わり良ければね、いいよね。無事にね、終わってほしいところではございますね。行った人はね、楽しいってね、言ってる方も言ってるし、かなり言ってるから、いいことだよね。ね、それは本当に、いいところでございました。さあ、万博のお話が、悪目立ちというところではございますけれども、世界に目を向けてみますとですね、大変な、災害が続いております。世界各地で火事や洪水のニュースが。そうか。そうだ。はい、おります。まずですね、南ヨーロッパの方ですね、各地で火事が相次いでいますね。ギリシャやスペインなど地中海沿岸の各国で落雷や放火などで発生した山火事が猛暑による熱波と強風に煽られて、ギリシャの方では本当に住宅や工場が損失、5000人以上の消防隊の方が出動している事態になっているというところでございました。なんかハワイみたいになっちゃってるんだよね。そうですね。とんでもないことになっております。また日本国内に目を向けますと、千葉の方でですね、火事が相次いでおりまして、流山とそれから市川の方で建物が全焼、そして勝浦市の方の JA の施設の方で火事が起きまして、現在まだ確認されていませんが、新米8トンが消失した可能性があるということで、幸い怪我人はこちらなかったということでございます。ちょっと流山と市川の方はちょっと亡くなられた方もいらっしゃったみたいなんですけれども、というところでございまして、日本各地でもちょっと火事の、宮城の方とかでもね、ちょっと火事のニュースとかもありましてというところでございました。で、燃えていれば、
洪水もあるというところで、世界各地で、ね、大雨洪水でございます。パキスタン北西部の方で洪水、土砂崩れで300人以上が死亡、それからインド直轄地のジャム、カシミール、山間部の方でも洪水で、これも100人以上が行方不明。日本国内でも九州の方ですとか、それから能登石川の方ですとか、それから北海道の方なんか帯広で50年ぶりに1時間で40ミリ。他だったら雪ですからね、普通はね。っていうことで、ちょっと、すごいことやってますね。そうだね。だから埼玉のあたりも結構記録的なゲリラ豪雨みたいな感じでありましたけど、なんかすごいですよね、ニュースで見ると。あれでしょ、山とかが太陽パネルとかで水はけしないからみたいな。ね、九州の方ね。そうなんですよね。結局流れていかないから、やっぱり土砂になっちゃってるという、緩んじゃってるみたいなところもあるみたいですからね。当たり前だろうとは思うけど。ね、これもね、8月のね、予言の、そう。ね、動画の中で、やっぱり火事とか、あとそれから。だから地震ありますかみたいなのがあって、特に8月15とかなんか言われてたんでしょ？なんからしいですね。わけわかんないけど。だけど、もし災害があるんだったらって液を振って、日本だとそんなに大きくないけど火かなっていう話をしてたんだよね。それとも、年運の動画とか、チャス先生とね、話してて、今年は水害だっていう感じで、僕も、ね、ここ2、3ヶ月の水害だよ、みたいな話はしてたよ。ということはちょっとまだまだこういったニュース続くんですかね。8月で占って日だったから、8月中は結構あるんじゃないかなっていう気がするの。日の回はね。で、9月くらいまでは、そうだね、水害に関して10月の頭くらいまでは、普通に星で見てるから、それは。あるかなとは思うけどね。災害というのはね、対策してもね、ほんと仕切ることというのはないですからね、きっちりちょっと備えていただければと思います。そうだね。はい。さあ、燃えていると言いますと、これも燃えている話題ではございますね。広陵高校のお話でございます。甲子園のね、今年の。そうか、触れざるを得ないか。ちょっとさすがにね、大きな話題になってしまってますね。甲子園広島代表広陵高校夏の甲子園、1回戦突破したんですが、その後辞退。今年1月に複数の野球部員が下級生の部員に対して暴力を振るう事案が発生。3月には日本高野連から厳重注意処分を受けていたことが、判明していると。また、大会中に監督やコーチから暴力を受けたという複数の情報が SNS で拡散されて、騒ぎに便乗して、寮の爆破予告まで出てきたりというところで、もう野球部以外のちょっと学生さんにも、ちょっとそういう、なんと言いますか、悪い影響が今出てしまってということで大変な事態に今なってしまってますね。その他にも、これずっと続いてたんでしょうね。体質としてっていうのはあるんでしょうね。2015年の話題として、当時のね、野球部員の方が、思いっきりこめかみのあたりをバーンと叩かれて、右半身麻痺になってしまったというところで、ただ、その当時の監督が、それに対して、どんくさいのというような、ちょっとあまりにもな発言があったというような。だから挟まったんだろうみたいな感じだよね。ですね。だから、なんだろう、ごまかしというか、昔からこうだったんだろうなって思っちゃうよね。そうなんですね。金本さんもなんか言ってたよね。そうですね。広陵高校 OB で元野球選手金本さんは、著書の中で、説教を受けたと。殴る蹴るが、よくあったと。で、それを我慢したんだけども、その後、法政大学の、いわゆる野球部のそのセレクションがあったんだけれども、監督から嘘の日程を教えられて、受けられなかった。で、浪人して、次の年中央大学で同じように野球部のセレクションに受けようとした時も、これも監督からの情報だったんでしょうね。これも嘘の日程を教えられてしまう。ということが、あんなすごい選手なのにね。そう、ちょっと、私もちょっと調べててちょっとびっくりしちゃったんですけど、そんなお話があったらしいと。なんか独特の文化だったんかもね、昔からね。って思われちゃうじゃん。いや、そう。こうやってね、こういうところばかり出てくると。ね、どうしてもこれだけたくさんこんな笑いが出てきちゃうっていうことはね。中井監督占ってみたんですよ。この人も、木のとの実で、ほら、今年生産誰だったっけ田中圭さんだ。そう。生産の年になるっていう感じで、この人の場合は4月よりも今の方が、今っていうか7月の下旬あたりからか、土曜過ぎて21、獅子田に入ったあたりから、ちょうど甲子園とかだよね。だから、そのくらいから今微妙だなっていう感じで、まだまだ来年も再来年も続きますけどね。今の運勢はこの人がね。なるほどね。そうするともしかしたらちょっとこれまでの様々なことが出てくるかもしれないです。今年はもう全部出るっていう年だと思いますよ。だから今こんなことになってるのかなっていうふうには思いますね。これね。だから、なんだろう。動きの学校も高野連も遅かったじゃないですか。そうですね。だって高野連にもこういうのって相当入ってるんでしょ？おそらくそういったことになってるらしいっていうことで。そうだよね。だから、このくらいみたいなさ、ちょっといじめがあっ
って転校しちゃったくらいの、なんか感じなんだろうなって思っちゃうよね。やっぱちょっとこれね、思っちゃいますよね。軽く見てたんじゃないのかと。うん、そうだよね。だから、難しいよね。もう、戦後も80年だし、要はさ、野球部とか体育会系の人って根性あるじゃん。一般的にやっぱそういう風になってますよね。だから、会社としてはさ、根性あるやつの方が欲しいとかっていうニーズがあるじゃないですか。これは変わらずあるでしょうね。だって、ね、パワハラっすよとか。ちょっと、それは、なんだろう、文系というか、こう文化系の僕ですらちょっとイラッとしますね。とか、その飲み会強制っすかみたいな感じのやつより明るくてさ、根性があるやつの方が欲しいっていうのは確かに人情としてね、現場によってはあるよねと。僕も演劇の現場いる人間ですから、やっぱりちょっとそういう方がやりやすいよねみたいなね。だけど、おそらくものすごくその根性ってある、グリッドじゃないけどやり抜く力とか、根性っていうなんか根性ポイントみたいな人間持ってると思うんですよ。RPG のパラメータみたいな。そう。IQ とかじゃないけど、なんか根性ポイントみたいな感じで多分あるから、それは多分僕は必要だと思います。社会にとっても根性がある人の方が重宝される場面って全然あると思うんだけど、その鍛え方が多分現実的なんだよね。なんか変ですよね。そう。だから、いじめみたいなのも含めて、いや、根性がつくからみたいなのって昔からあるじゃない。僕らの世代はギリギリあったよね。ありましたね。ギリギリね。ありましたね。そう。だから、なんか難しいよなと。否定しなくちゃいけないのはやっぱりいじめの部分だとは思うし、根性論っていうのも全部否定できるかっていうより、なんか見えないパラメーターみたいなのがあって、それがどうやったら測れるか、どうやったら伸びるか、科学的に分かれば、そうですね。もうちょっとなんていうのかな、不幸ななんか事柄とかって減ると思うんだよね。だって時代が進化したことでね、うさぎ跳びってちょっと足腰に実は悪いんだよみたいなことが分かって、鍛えるんだったらこっちの方がいいよみたいな、ちゃんとした方法がだんだんやっぱ時代を経て分かってきたみたいなのありますから。そうだよね。スポーツメンタルだったりとか、別に、体力って必要じゃないですか。別にスタミナとかね。だから筋トレしたり、有酸素運動したり、体力とかだよね。体力と心の対応力みたいな、ところが必要だっていうのは、科学的には分かってることじゃない。もう、令和なんだし、そろそろね、戦後80年だし、そろそろ、そういうのは卒業していくタイミングなのかなと。そこが、だから野球業界全体というかね、高校野球業界全体が多分、なんかちょっと鈍感すぎたんじゃないかなと思いますけどね。これだけやっぱり世の中アップデートみたいなこともね、叫ばれてる中で、その、ことのね、良し悪し、ともかくとして、やっぱりこういう不幸な出来事は、本当に一つでも多く減らしていければって思いますからね。令和にこんないじめってダメでしょうとは思うけどね。よろしくないですよ、これは。それだと根性がつかないっていうんだったら、根性がつく方法を科学的に探しましょう。本当ですよね。そう思う。心が折れないように頑張っていける力みたいなのはね、僕はすごくいいことだと思いますから。そうだよね。ということでございますので、本当にいいですね、悪い部分といいますか、よろしくない部分が本当に少しでも是正されていってほしいなと思います。これきっかけでね。思いますね。さあ、というところでございまして、続いては国際情勢のお話でございますけれども、世界中から注目を集めておりました、米ロ首脳会談、15日に行われました。ロシアのプーチン大統領がですね、ウクライナが東部の2州から撤退することを求め、そしてトランプ大統領はこの要求をウクライナのゼレンスキー大統領に伝えたということが報じられておりまして、プーチンの勝利じゃないかと。アメリカのね、一部メディアの方では、トランプ大統領はアメリカの恥じゃないかなんていうふうに言われているということでございますけれども、この後ね、アメリカとウクライナの会談もですね、予定されているということではあるんですけども、果たしてどうなるのかと。ところでございます。難しいよな。僕ちゃんとさ、2023年まで、4年まで行ったら、プーチンも強いから、プーチンの勝ちだよって言ってたの覚えてるかな？言ってましたね。22年だから23年の頃。だから、プーチンが1年持てばというか、24年までやってたら、プーチンの方が強いよっていう話はしてたよね。してました。覚えてる人 いますかね。だから、プーチンの生年月日で見てて、だから、ほら、影武者だとかさ、もういないんだとか、いろんな説があるじゃない。だから、なんとも言えないんだけど、プーチンの生年月日とかそういうのが正しいとしたら、もうプーチン、なんていうのかな、皇帝みたいな感じですよ。人生の中で一番今いい時期なんで、名誉が得られてるっていう感じなんで。日本ってさ、やっぱ US エイドとかからね、広告代理店とかに多分お金とか入ってて、基本的にはアメリカの、ね、民主党寄りの報道ばかりが流れてるから、プーチンとかトランプのことを評価しづらいんですよ。で、完全懲悪者が日本の人って好きでしょ？水戸黄門、悪を善が倒すみたいな物語が好きで、悪っぽいレッテルを貼られちゃってるじゃない。そうですね。
ね。まあね、どちらかというとやっぱり、プーチンとか。まあだって侵略してるからよくないよね。そうですね。2022年ですね。2022年の2月にウクライナ侵攻がスタートしたということになってますね。だからもう24でしょ。どんどんこれからプーチン良くなってる。ね、トランプだって外角だとすると別に今悪くないんですよ。これから良くなるんですよ。多分。秋くらいから僕トランプ悪くなるんじゃないかなって言ってるけど、これ逆かもしれないですよね。トランプ読みづらくて。となると、ここからの運勢で動きによって、トランプさんの、本来の運勢みたいなものもちょっと見えてくるかもしれないですよね。そうだね。案外いいかもしれないんだよね。2016で大統領になってるでしょ。なってますね。だから案外景気も良かったりして、だから案外悪くないんじゃないかなと思うので、新しい世界秩序じゃないけど、プーチンとトランプでなんか構築してきそうだな。特にプーチンの性的にはとてもいいし、僕はなんかね、歴史の教科書に載るような人たちだと思ってるんですよ、プーチンとかトランプって。だからなんか歴史上の人物見てるような感覚なんだよね。だから善悪抜きにして。だからプーチンだったら貧乏な家庭に生まれてとか、物語があるんですよ。だってさ、官僚とかさ、県知事とかなんかそういうのに哲学書読んどけっつって、ロシアの有名な哲学者の本とかをわざわざ送りつけるってさ、異常でしょ？すごいですね。だから、本当教科書に載るような人だと思ってるんですよ。日本だと悪の権限みたいな感じだよね。どちらかというと悪い人っていう印象がそうだよね。トランプだってそうだよね。だから、ここら辺の評価、ほんと難しくて、今時代の節目で、ここね、2030年、31年あたりまでに、世の中ってガラッと変わっちゃうんですよ。そういう時に出てくる人たちだなとは思って見ているっていう感じなんですよね。そう。だから単純にぜひ善悪だけで論じるっていうのは難しい部分もありますよね。難しい。戦争屋は悪いと思う、俺は。そうですね。戦争屋がとにかく悪だと思います。基本戦争って難しくて、例えば戦前だったら日銀だったり、それから FRB だったり、オーナーっていうかさ、金種が一緒だったりすると。で、そっから戦費調達して争ってってやるでしょ？二度美味しいんですよ。だから借金をするでしょ？借金は税金で返すみたいに、今もね、そういう話になってるじゃないですか。そういう話になってますよね。サブスクなんですよ。国民っていうところからサブスクで軍事費みたいなのを返していくっていうところに、アメリカってもうずーっとさ、そういう状態続けてるからさ、大変なんだよね。難しい話なんですよ。で、更地になっちゃったらそこの開発って二度美味しいんですよ。軍事産業で、俺はこういうのって良くないよなとは思うよ、普通に。だって壊しといて、スクラップ&ビルドじゃないけど、再生してるところに投資して、そこからまたサブスクみたいに巻き上げてくるわけでしょ？そうですね。だから、よくね、軍需産業なんかもう儲からないからやらないんじゃないかみたいなね、なんかやってる人たちは。儲かんない方に貼ればいいんだからさ、金種は。ってことですもんね。そう。だから株が下がるとか、倒産にかけて稼ぐとか、いろんな博打ありますから。ね、嫌ですね。嫌な話ですよ。それで普通の人が死ぬんだから。誰の墓見とけっていう話ですね。そう。それはそうなんだよね、とは思うけど、純粋にプーチンはこれから運が良くなってきます。と思ってると。はい、そんなところです。トランプさんがどっち行くかにもよってもいろいろ変わるかもしれませんけども、ちょっと今後も社会情勢、世界情勢、ブリックスの動きとかちゃんと見ておかなくちゃいけないよね。ブリックスでございますね。さあ、ホタルの墓見とけというお話もございましたが、さあ、戦後80年というところでございまして、こんなニュースも話題になっております。今日最後のニュースでございます。戦没者追悼の際の石破首相の式辞が話題になっております。13年ぶりに反省という文言が盛り込まれました。石破首相終戦の日15日、全国戦没者追悼式の式辞の中で、日本が戦争を起こしたことに対する反省という言葉を13年ぶりに盛り込んだ。第二次安倍晋三政権が始まった2013年以降、首相の式辞からはこの反省という言葉が使われず、その後首相を務めた菅さんですとか、それから岸田さんですとかも言及してこなかったというところで、13年ぶりのこの反省というワードに、中国ですと韓国の方からも注目されているという感じでございました。日本国内でも様々なご意見がある感じではございます。ただ石破さん、悪目立ちの運勢ということは以前からお話ありましたので、これどうなんでしょうかね。微妙だよね。微妙というか、だから、これ言及しづらいよね。なんかちょっとね、いろんなご意見ありますからね。ただ、こういう話をしてほしくて、石破辞めるなっていう人たちは活動してたんだ
だろうなっては思うから、ね、その人たちは嬉しいんじゃないかなっては思うよね。まあそうでしょうね。だし、なんか難しいよね。戦争って結局さ、俺、さっきの話にも通じるんだけど、軍需産業が良くないと思うんです。とか、金貸しとか。なんか、そういう人たちって苦手だなって個人的には思っていて、別に、そういう人たちにそそのかされてしまうのは、戦勝国だろうが、敗戦国だろうが、みんなそそのかされたやつ、極悪人だと僕は思っていますと。だからそいつら全員反省してくれとは思うけどね。そうですね。もし反省というのがね、あるんだったら、まあ日本だけじゃなくて、まあアメリカもそうだし、中国もそうだし、まあいろんな国が戦争を。というか、軍需産業、だから、その、儲けの仕組みに加担しちゃダメなんだって、とは思うけどね。基本的にはね。だからそういう意味で日本だって、ここら辺は長い話になる。日本の長い一日。そう、長い話になるからね。あんまり、僕、近現代先行だからさ、めったなこと言えないんですよ。世間とずれてる。自分の戦争の見方ってね。だから、難しいんですよね。世間とずれてるからって、じゃあ、ネット用と一緒かっつうと、そうでもないんですよ。だから、ここら辺がね、なんか友達がいないので、思想的にどっちつかずだとさ、嫌われちゃうから、なんとも言えないよね。なんだろうな、戦争なんかしちゃいけないよねとは思うし、戦争に追い込まれるような政治はしちゃいけないよねと思うし、そういう政治のなんか別に変わらないだろうって無関心でいて、放置するのもいけないと思うと。民主主義だと思ってるんだったらね。だったら、ちゃんと選挙行ったりとか、なんかよく考えたりした方がいいと思いますよ、というところかな。石破さんまだずっと悪いよ。年内はずっと悪い。ねえ、石破さん自民党を壊すためにやってんじゃないかと。本当かね。そんな話あるんですか？あるね。都市伝説だよね。もうこれから半年は確かに壊しかねないくらい強いですよ。壊す運。自分の名誉をクラッシュしていく運みたいなのは、彼は強いと思いますけどね。いや、普通に考えたらなんか、お辞めになられた方がよろしいんじゃないですかっていうような運勢的にはね。ただ、衆院選も前倒しするんじゃないかみたいな話もありますからね。自分を壊滅するじゃんね。そうなんですよ。だから本気かもしれないよね。ちょっと怖いですね。ちょっとどうなるんだろうなというところも、まあ、引き続き注目ではございます。ということでございまして、7つのニュースをお届けいたしました。ちょっと長めの占いと時事でございました。はい。ということで、こちら火曜日にアップされていると思います。来週は、通常通り木曜日の予定でございます。またちょっと2日くらい空いちゃうかな。そうですね。ちょっと間が空きますけども、引き続きお楽しみいただければっていう感じではございます。ということでございまして、この動画面白かったよという方はですね、ぜひともチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。コメントの方もお待ちしております。あ、そうか。だから来週はあれですね、9月の予言の回になると思います。そうか。9月な。というところでございますので、まあちょっとそのあたりも含めてまた引き続きお楽しみいただければと思います。また、占いカウンセラーチャンネル、様々な動画アップしております。手相の動画とかは本当に、今後もちょっとアップしていけたらなと思ってるんですけども、本当によかったら皆様、そちらの方のチェックもよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。というわけでございまして、また次回お会いいたしましょう。ありがとうございました。またね。